皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。キャラクターのポーズってすっごく描くの難しいですよね。顔は描けるけど体は描けないっていう人多いんじゃないかと思います。実は自分もあんまり体って得意じゃないんですよね。それなのに絵のお仕事をたくさんねやれているには実は秘密がありまして、ある3つの方法を駆使していろんなポーズを描いているんです。今回はその私がよくやっている簡単にポーズが描けちゃう方法を3つ紹介したいと思います。はい、それではね、早速紹介していこうと思うんですが、今回ね、講座で描いていくキャラクターはこちらです。原神や崩壊スターレイルなどで有名なホヨバースからリリースされたばかりの期待の最新作、ゼンレスゾーンゼロのキャラクターたちです。なんとね、今回ホヨバースさんからお声かけがありまして、タイアップでイラスト講座をお送りすることになりました。撮影時点ではまだね、リリース前なんですが、もうね、すごい楽しみにしているゲームだったんで、声かけてもらってめちゃくちゃ嬉しかったです。ゼンレスゾーンゼロ、略してゼンゼロは、とにかくね、アクションがすごいのと、イラストレーターとしては魅力的なキャラクターが多いんで、ファンアートなんかも盛り上がるんじゃないかなって注目しています。もうね、すでにタイプだなっていう子いっぱいいるんですよね。そんな中で今回はこの獣人キャラクター3名のそれぞれの特徴を生かしたポーズを描いていきたいと思います。で、ポーズの描き方について説明する前に、まずは前提となるポーズの決め方について説明しようと思います。ポーズの決め方なんですが、今回のようにファンアートを描く場合は、描きたいなって思ったシーンをそのまま描いてしまうのが一番手っ取り早いです。この後ね、実際にやっていくんですが、ゲームや PV とかからインスピレーションを受けて、もうビビッときたポーズを描いちゃいましょう。はい、それではお待たせいたしました。簡単にポーズが描けちゃう方法を3つ紹介していきたいと思います。それぞれの方法にメリットデメリットがあるので、状況に応じてうまく使い分けることをお勧めします。で、まず1人目のキャラクターは猫宮まなです。こちらがこのキャラクターの PV なんですけど、猫っぽい動きが特徴的なキャラクターですね。どのポーズも魅力的でいいんですが、今回はこのしゃがんでいる猫ポーズを描いていきたいと思います。こんなポーズを描くときに僕がよくやる方法はこちら、写真を使うです。同じポーズをして写真を撮って、それを見ながら描いたり、できるならトレスしちゃうと一番楽だと思います。といっても中の人を見せれないんで、写真をね元に描いた素体の絵から今回はね描いていきたいと思います。で、この方法のメリットはなんといっても広い可動域でポーズができる点です。デッサン人形とかだと足を大きく開くとか手を真上に上げるとかはね苦手なんですが、本物の人体ならできることが多いです。また肉や筋肉の動きを確認できる点も大きなメリットです。で、デメリットは体型が2次元と3次元では結構違うので、そこを直しながら描けるぐらいの知識や技術が必要ってことです。また宙を飛んでるポーズなどのね激しいアクションは無理ですよね。私がまなちゃんみたいにぴょんぴょん飛び回れればいいんですけど、無理ですよね。なので今回のように実際にやれるポーズであれば写真が大活躍します。で、よくね、写真ってどうやって撮るんですかって言われるんですが、もちろんね、撮ってくれる素敵なパートナーがいればいいんですが、大体いないですよね。そこでおすすめなのは、スマホの自撮り動画を撮って、後からいいポーズのところをスクショする方法です。これが一番手っ取り早いと思うので、ぜひね、やってみてください。で、今回ですね、時間の問題で方法の紹介だけになっちゃうので、写真をね、2次元に実際どう落とし込んでいけばいいんだよっていう人もいるかなって思います。あと、描きたいキャラクターと性別が違うんだよとかね。なので、そんな人向けに二次元化するときに何をやってるかを一つ一つ解説した動画っていうのを今度上げたいなって思っているので、気になる人はぜひね、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいです。はい、という感じでできました。いやー、まなちゃんの猫っぽさが出てますね。はい。で、次に描いていくのは、フォン・ライカンです。こちらが PV なんですけど、紳士的でかっこいい系のキャラクターですよね。見てる感じ、キックでの攻撃が特徴的なキャラクターなので、今回はね、そこを描いていきたいですね。この感じいいですね。
このイメージで描いていきたいと思います。でライカンをね描くんですけど、正直こういうキャラクター描くの苦手です。フルフェイスの獣人顔って描いたことないし、そもそも男性キャラ苦手なんですよね。うわ苦手いっぱいっていう時におすすめのポーズを描く方法はこちら、 3D モデルを使うです。ということで今回はお絵描きソフトに入っている 3D を使って描いていきたいと思います。 3D のメリットは何といっても豊富な素材です。ムキムキの男性や獣人などのねいろんな素材があるので、苦手なものや現実にないものでも描けちゃうところがすごくいいんですよね。そしてどんなポーズでも可能な点もいいところです。空を飛んでいたり激しいアクションだったりしても大丈夫です。でデメリットはポーズをつけるのが面倒くさいことです。ポーズ付けに手間がかかるので大変ではあるんですが、筋肉や獣の骨格を学ぶよりは早いと思うんで使うようにしています。あとね、筋肉の動きとかが実際とは少し異なるっていうのもデメリットかなって思います。そこはねちょっと手間なんですが、気になるところとかは自分でも似たようなポーズをとってみて筋肉の動きなどを確認したりしながら描くと絵の魅力がアップすると思います。で 3D やる際のアプリケーションなんですが、 PC、スマホ、タブレットそれぞれにねいろんなソフトがあるのでいろいろ使ってみると面白いですよ。ぜひね皆さんのおすすめのアプリなどがあればコメント欄で教えてください。という感じでフォンライカン完成しました。いやー苦手な男性&獣人フェイスでしたがね、 3D のおかげで簡単に描くことができましたね。多分何もなしで描いたらもうすっごい残念なイラストが出来上がっていたと思います。はい、そして最後に描いていくのはエレン城です。もうめちゃくちゃ可愛いサメのメイドちゃんです。これはねファンが多くなりそうだなぁとリリース前から思っています。で撮影時点ではエレンのね PV がなかったので、今回はねこちらのディザーン映像からポーズをね考えていきたいと思います。いやーアクションがめちゃくちゃ激しいですね。この顔いいですね。こちらのポーズで顔をこちらに向かせて描いていこうかなと思います。で今回やる方法はデッサン人形を使うです。デッサン人形でポーズをつけてそれを元に描いていきたいと思います。デッサン人形のメリットは何といっても気軽さ。ポーズがね直感的に作れるのですごく早く準備できるし、写真もスマホでパシャパシャって手元で撮ればいいので超楽ちんです。そしてアングルも自由自在です。でデメリットはね、まず買わなきゃ使えないことです。で自分が使ってるやつは廃盤状態なんで、今買うならボディちゃんってやつが有名どころかなと思うんですが、いかんせんねこちらも流通が安定していない感じがあってですね、転売価格の時がたまにあるので注意が必要なんですよね。あとはね、できるポーズできないポーズがあったり、手などの細部も表現できないので、手がねうまく描けない人は自分の手を参考にしたり、手のねデッサンモデルっていうのもあるので、そういったものを別途使う必要が出てきますね。またこれはね 3D モデルと同じで筋肉とかがね動かないので、そこも注意が必要です。デッサン人形は 3D 以上に実際の人体と違う形になることが多いなって思います。という感じでエレンちゃんを描きました。サメの尾ひれの躍動感を出しつつ、下げずんだ感じの表情がいい感じに描けたなって思います。はい、ということで3つのポーズの描き方を紹介してきましたが、どうだったでしょうか？この魅力的なキャラクターたちがかっこよくアクションしてくれるゼンレスゾーン0はリリースしたばかりになります。概要欄のリンクからぜひダウンロードして遊んでください。ゼンゼロはねもう間違いなく人気になるゲームだし、 SNS でもファンアートがめっちゃ盛り上がるんじゃないかなと思うので、絵を描く人ならダウンロードして遊んでみて、推しキャラのファンが描いてみてください。でちょっとね悪い話すると、人気ゲームのファンアっていいねもつきやすいですし、チェックしといた方が間違いないかなと思います。ホヨバースのゲームはほんと全部面白いので、ゲーム性も間違いないと思います。やりだすとね結構止まんなくなります。はい、ということでね、概要欄のリンクからぜひダウンロードして遊んでみてください。それではポーズの描き方参戦でした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では